皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。改めまして皆さんこんにちは。突然ですがちょっとクイズを出しますね。今から動物の鳴き声を言います。その動物は何か考えてください。では最初の問題です。ワンワン。わかりましたか？これは犬です。簡単すぎましたか？では次の問題です。にゃんにゃんまたはにゃーにゃー。はい、これは猫ですね。これも簡単すぎましたか？皆さんの母語と似てますか？では次の問題です。何の動物でしょうか？チューチュー。はい、チューチュー鳴くのはネズミです。ピカチュウのチュウはネズミのチュウです。では次の問題です。おぎゃーおぎゃー。はい、これはおぎゃーおぎゃーって鳴くのは赤ちゃんです。赤ちゃんはおぎゃーって鳴きます。で、何回も続けて鳴くとおぎゃーおぎゃーってなります。これはちょっと難しかったでしょうか。では次の問題は鳴き声ではありません。何か初めてのことをするときに緊張して心臓がちょっと早く動くようなとき、どんな風に表しますか？これはドキドキですね。では何かが楽しみな時の気持ちはどんな風に言いますか？これはワクワクです。しつこいのでこれぐらいにしておきますね。今皆さんに答えてもらったものはオノマトペです。オノマトペは日本語母語話者にとっては自分の頭の中のイメージを相手に伝えるのにすっごく便利です。だから話している時によく使います。それは話している人も聞いている人もオノマトペが何を表しているかのそのイメージを共有しているからです。で、そのイメージって感覚的なものなので全世界共通な気がしちゃっていることが多いです。例えばお腹が空いたっていう感覚とか転んだ時の痛みとか、それってどこの人でも感じるものじゃないですか。言語は関係なく。それと同じようにオノマトペの音が持つ感覚が全世界共通な気がしちゃって、外国の人と話す時にもついオノマトペをたくさん使ってしまいます。使った方が分かりやすいって思ってることもあると思います。感覚で理解できるからって思っちゃうわけです。でも日本語を勉強している人にとってはもちろんその共通するイメージというものを持っていないから理解しにくいですよね。オノマトペは難しいってよく聞きます。なので今日はその共通するイメージを皆さんが作り出す手助けになるようなことをお話ししたいと思っています。内容としては、オノマトペとは何か、そして音の持つイメージ、
最後にどう覚えていったらいいかの順でお話しします。ぜひ楽しんで聞いてください。ではまず、オノマトペとは何かですが、オノマトペというのは、人や動物の声、物音、それから気持ちとか状況を音で表したものです。擬声語とか擬音語とか擬態語などと言ったりします。それを全部まとめてオノマトペと言います。で、雨が降っている時にどれくらい降っているのかとか、どんな感じで降っているのかとか、日本語だとオノマトペで表します。雨がすっごい降ってるとも言いますけど、ザーザー降ってるというと、ずっとザーって降ってる感じですね。ザーって言うと皆さんに感覚が伝わる気がしちゃうんですけど、どうですか？そういう感覚ありますか？ザーって言うと水がたくさん流れている感覚です。ぜひそういう感覚を育ててください。昨日私が夫とした会話は、私が雨降ってきたよって言ったら夫がどれくらいって聞いてきたんで、私はまだポツポツ程度と言いました。雨の一滴がポツなので、ポツポツっていうのは、その雨の数を数えられる程度、つまりそんなに降っていないということです。ではまたちょっと質問です。私はポツポツ降ってると言いました。もし雨がパラパラ降るというと、ポツポツと比べてどんなイメージに変わると思いますか？ちょっと考えてみてください。はい。ポツポツは地面に落ちた粒が水として見えるイメージです。自分の頭に雨がポツポツって落ちてきたら、雨がポツポツ降っている。で、パラパラっていうと、ガレージの屋根とか、雨が当たると音を立てる建物などに、少しの量の雨が当たって音を立てる感じです。で、もし自分の上に落ちてくるとしたら、ポツポツみたいに数えられる感じではなくて、もっと全体的にかかる感じです。そういう意味ではパラパラの方がもう量が多いかもしれないですね。ただ、軽い雨です。で、もっと大きい粒だったら、バラバラ降ってくるとなります。ということで、今からは音の持つイメージをお話しします。これは、すべてのオノマトペに使えるってことはないと思うんですけど、傾向として覚えておくといいと思います。まず、ポツポツといったときは、ポの音で始まります。で、パラパラはパで始まります。母音が違いますね。つまり、ポの母音はおで、パの母音はあです。さて、また質問です。あとお、どっちが大きいイメージがありますか？ちょっと発音しながら考えてみてください。ヒント。口の中の大きさはどちらが大きいですか？どうでしょう？皆さん、あの方が大きいイメージを持つ人の方が多いんじゃないかなと思います。あというのは一番口が大きく開いている。喉から空気が出てくるときに一番広がっている母音です。なので、あの母音で始まるオノマトペは大きいとか広がっているイメージがあります。で、おは口の形から考えると少し丸まっている。つまり、あに比べてもう少し限られた場所というか部分的というイメージがあります。日本人があいうえおの音の大きさをどう感じるかを調べる実験があったそうです。それによると、大きく感じられる順にあ、お、え、う、いだったそうです。
ものによっては、あとおが同じ大きさという結果があるものもあるらしいです。ただ、あが一番大きくて、いが一番小さいっていうのが大事です。で、これは実際の口の中の形と一致するのかなと思います。ちょっと笑い声で考えてみましょう。例えば、笑い方。あははと笑うと、口を大きく開けて楽しそうに笑っているイメージです。で、次に、あの次に大きい母音、おを使うと、おほほっていう笑い方があります。これはちょっと、女性が上品ぶって、おほほって笑うイメージです。で、実際におほほって笑う女性はもういないと思うんですよね。で、ドラえもんに出てくるスネ夫っていう男の子がいます。で、スネ夫のお家は、成金といって、お金持ちになったばっかりのお家です。あれ、多分そうだと思うんですけど。で、そのスネ夫のお母さんは、おほほほほって笑います。そういうイメージがあります。で、次に大きい母音は、え。で、えへへは照れ笑いです。何か失敗してしまった時に、笑ってごまかす時は、えへへと言います。それとか、褒められて嬉しい時に、照れて笑うと、えへへです。ちょっと子供っぽい感じがあります。次は、うふふです。これは女性が静かに、上品に笑う様子です。あまり声は出ないです。うふふっていう感じですね。で、最後、一番小さい母音、いひひですが、これはちょっと悪いことを考えているとき、ひひひひって笑います。で、この母音の大きさなんですけど、あが大きい。で、いが小さい。で、あとはそのあといと比べて大きいか小さいかって覚えておく程度でいいと思います。で、このあが大きくていが小さいっていうイメージは、日本語母語話者だけじゃないらしいんですが、皆さんどう感じますか？一つ実験してみましょう。これは実際にエドワード・サピアという言語学者がアメリカ人の高校生500人を対象にやった実験だそうです。皆さん、今から私が言うことを考えてみてください。ある言語にはテーブルを表す2つの言葉、見ると丸が存在します。一つのテーブルは大きく、もう一つのテーブルは小さいんですが、どちらがどちらでしょうか？はい、考えてみてください。丸、見る、大きいテーブルはどちらですか？皆さんはどう感じますか？アメリカの高校生の実験の結果としては、丸を大きいと答えた人が多かったそうです。で、これを私が読んだ本を書いた人が、日本語話者と韓国語話者、それから中国語話者に対してもやったそうですが、やはり丸が大きいと答えた人が多かったそうです。母音のあが大きいで、いが小さいという、その音の表す印象をある程度、その言語が違っても共有している可能性があるってことですよね。すごい面白いなと思います。で、オノマトペで言うと、一つ目の音の母音にあが来るような時は、どちらかというと、やっぱり大きくて広がりがあるようなものに使われることが多いかなと思います。手をパンと叩くというと、拍手のことです。やりますよ。これ、広がるような音がイメージできます。でも、誰かの肩をポンと叩くというと、相手の服に音が吸収されるので、パンっていう音よりもこもったような音がイメージされます。ちょっと今、私自分の肩を叩いてみますよ。
これがポンですね。じゃあ、もう一回ね、パンは、ポンは、こういう感じ。で、これを机をバンと叩くというと、力を入れて叩いた大きい音という感じがします。つまり、これはバンですね。で、このバにつく点々を濁音と言います。この濁音のついたオノマトペは、ついていないオノマトペより音が大きいとか、動きが大きいとか、重さが重いなどを表すことが多いです。で、しかもマイナスのイメージも入ってきたりします。例えば、トロトロのシチューというと美味しそうです。小麦粉でとろみがついた感じです。でも、ドロドロのシチューというとまずそうです。ドロドロというと同じくとろみがついているんですが、汚い感じもします。あと、土のことを泥とも言うんですが、土がいっぱいついているものをドロドロとも言います。ドロドロの靴とかですね。で、ドアをノックする音はトントンです。でも、ドンドンと戸を叩くというと、大きい力で叩いているので、怒っている人が叩いている感じがします。髪がサラサラというと、これは状態を表すオノマトペですが、指を髪に入れた時に引っかからないで指が通るのがサラサラです。でも、ザラザラというと、触った時に指先がこう引っかかるようなものになります。髪の毛にはザラザラっていうオノマトペは使わないんですが、字を書く紙には、ザラザラした紙のように使ったりします。では質問です。小さい石と大きい石があります。2つの石が、皆さんに向かって転がってきました。コロコロ転がってきたとゴロゴロ転がってきた。どちらが小さい石でどちらが大きい石ですか？はい、答えです。小さい石はコロコロ転がって、大きい石はゴロゴロ転がります。なので、石がゴロゴロ転がってきたっていう時点で、その石というのは大きいというイメージが伝わってきます。で、この石がコロコロっと転がるのように小さいつがついたとします。その場合は勢いを感じます。スピード感があります。で、ゴロゴロというと普通にゴロゴロ転がってくる感じがあるんですが、これがゴロゴロっと転がってきたというと逃げなきゃっていう感じになります。で、あと今、コロコロ、ゴロゴロ。これ2回同じ音が重なってるんですけど、これはやっぱりちょっと繰り返しを表すイメージですね。だから、コロッと転がるっていうと1回しか転がりません。でも、コロコロ転がるっていうと、やっぱこう、何回か連続して転がっているというのを感じます。だから逆に、コロ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 って何回も重ねれば、そのコロコロ度合いがよりすごいってことが伝えられます。では次、いくつか音の持つ印象について考えてみましょう。オノマトペの一つ目の音ですね。その音の持つ印象で、こう、オノマトペの印象が決まってきます。必ずしもじゃないですけどね。で、例えば、家業の音は硬い印象があります。猫の硬いキャットフードはカリカリと言います。これは食べるときにカリカリ音がするからなんですけど、硬いものです。あ、もちろん犬の硬いドッグフードもカリカリです。で、ドアがキーッと開くというと、硬い表面をドアが滑っ
て、音を立てる感じですね。で、これがギーッとなると、キーッとより重い、より開きにくいドアなイメージです。アイドルを見てキャーキャー言ったりしますが、これは実際キャーって言ったりしますからそのままなんですが、ギャーって言うとびっくりしてるとか怖がってるとか痛がってますね。で、私が高校生の時、家で一人でいたら2階で音がしたんです。でも私一人なのでなんだろうと思って、でもほっとくのも怖いのでそっと2階を見に行こうとしたんです。で、階段をこうそーっと上がっていったら、階段の上に突然知らない猫が現れたんです。うちも猫を飼ってたんですけど、うちの猫じゃない猫が突然ニュッて現れて、私はびっくりして、ギャッみたいな声が出ちゃったんですけど、その声があまりに可愛くない声で、我ながらびっくりしました。我ながらっていうのは自分でもっていう意味です。もっとね、キャッとか言うと思ったんです。でも、とっさに出てきたのは、ギャみたいな、しかも、ギャでもなくて、もっと変な低い声でした。泥棒とかじゃなくて、知らない猫でよかったんですけど、今でも時々、思い出します。で、その時の自分の出した声を、もうはっきり覚えてないんですけど、面白かったなっていうことを思い出します。はい。で、作業の音は、水や液体とか、または、物のこう滑らかな表面を表します。なので私がさっきそーっと言いましたけど、こうそーっとっていうのは静かに移動する感じ。つまりどこにも引っかからないってことですね。それからシーンというオノマトペがあります。これは音が全くしないという意味を表します。で、他行の音は、張り詰めていない表面。なので、トロトロとかダラダラですね。ダラダラはソフトクリームがダラダラ溶けてきちゃったなんて言いますが、あとは態度としてダラダラするというと、頑張ったりしないで適当に時間を過ごすことです。ゴロゴロすると似てるんですけど、ゴロゴロするっていうと本当に、寝っ転がって時間を適当に過ごしている感じがします。次は、な行ですね。な行はねっとりした感じですかね。ぬめぬめ、ねとねと、ねばねばなどです。これはこう、なんだろう。手についちゃったら、拭き取ってもベタベタする感じですね。で、にゃがつけば大体猫ですね。だから例えば、猫が喋っているふりをしたいときは、語尾ににゃをつければいいんだにゃ。という感じですにゃ。は行は弱くて柔らかいイメージです。ふわふわ、ふかふか。で、ハラハラするというと心配しています。ま行はちょっとよどんだ感じらしいです。難しいですね。ちょっとね、よくわかりません。で、例えば、もふもふというと、動物の毛を触っている感覚です。で、それも柔らかいですよね。でも、ふわふわもすごい柔らかいんですけど、ふわふわは、あの、なんでしょうね、潰れちゃうぐらい柔らかい。でも、もふもふっていうと、少し中が詰まってる感じがします。で、ラ行は、もともとの日本語に、ラ行で始まる音がないんです。中国語から取り入れた言葉にはあるんですけどね。だから、オノマトペも、なんか、ラ行で始まるものはあんまりなくて、えーランラン、ルンルン、リンリンとか、そんなくらいでしょうかね。で、ルンルン気分っていうと、こう、口笛を吹いたりして気分がいい感じです。で、リンリンというのは鈴の音。やっぱりこう、んで終わるものしかちょっと思いつかないですね。で、
ちなみに、んで終わるオノマトペは多くが、響き、振動、これは揺れることですね。そして共鳴に関係しているそうです。共鳴っていうのは2つ以上のものが響き合って鳴ることです。鐘の音とかなんですけどね、そういうのはんで終わります。ではちょっとここでまたクイズです。次の音は何だかわかりますか？キンコンカンコン、キンコンカンコン。これは何でしょうか？これは学校のチャイムの音です。授業の始まりと終わりになります。なので今私はメロディー付きで言ってしまったんですけど、この文字を見るだけで学校のチャイムってすぐわかります。ちなみにこの鐘の音はイギリスのビッグベンの鐘の音から取ってきたんだそうです。で、今、ざっと音の持つ印象についてお話ししたんですけど、もちろん全部が全部当てはまるわけではないと思うんですけど、こういうことを知っておくと新しいオノマトペに出会った時に少し想像がつくかもしれませんね。あと自分の中で、こういう音の時はこんな感じっていう自分の中に貯めておくのもいいかもしれないと思います。では、最後にオノマトペをどうやって覚えるかについてお話しします。今まで音の印象をお伝えしましたが、それだけじゃやっぱりわからないと思うんです。やっぱりオノマトペって状況と一緒に覚えるしかないと思います。説明されてもわからないですよね。実際にその状況で誰かが使ったオノマトペが皆さんの中に情報として経験として溜まっていってだんだんわかるようになる気がします。で、もし積極的にオノマトペを勉強したいのであれば漫画がおすすめです。漫画にはオノマトペがたくさん使われています。で、漫画って状況もよくわかるようになっているじゃないですか。だからオノマトペが使われている状況がわかりやすいと思います。で、もしかして皆さんは漫画って聞くと子供のものでしょって思うかもしれませんが、日本には大人向けの漫画もたくさんあります。例えば私がちょっと前に買った意外と知らない鳥の生活という漫画があります。これはストーリーがあるものではなくて、その辺で見かける鳥の名前とか生態、どういう生活をするのかですね、が、勉強できる漫画なんです。で、鳥がいっぱい並んでいるイラストにはずらーって書いてあったり、カワセミっていう綺麗なね、青い鳥がいるんですけど、カワセミが魚を地面に叩きつけるところでは、ビタンビタンって書いてあります。つまりそうやって何かを叩きつける動作はビタンビタンってわかるわけですよね。で、猫が好きな人、猫好きな人には、猫との暮らしを描いたようなエッセイ漫画もたくさんあります。もちろん犬のエッセイ漫画もたくさんあります。なのでエッセイ漫画って検索するといいかもしれませんね。割といろいろあると思いますよ。で、私もできるだけオノマトペをこのポッドキャストでも機会を見つけて、ちょこちょこ使っていきたいと思います。むしろバンバン使っていきましょうかね。で、なんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。で、変な顔されたら修正していけばいいと思います。で、オノマトペを使えるとよく知ってるなって思われるかもしれません。例えばですよ、もし皆さんが息子が受験でピリピリしててなんて言ったらすごいなって思われると思います。このピリピリは緊張している状態で、こっちがいい加減なことを言ったらその相手を傷つけちゃいそうとか攻撃されそうな時、
その相手の様子を表すときに使います。あまりいい意味じゃないので、本人を前にしては言っちゃいけないんですけどもね。あと、オノマトペを全く使わないっていうのも一つの方法ですね。はい。ということで、オノマトペについて説明しましたが、いかがでしたか？もしわからないことがあったら質問してください。とはいえ、とても感覚的なものなので、うまく答えられるかわかりません。で、今回いろいろ言ったけど、状況に合わないものっていうのもたくさんあると思うので、たくさん日本語のコンテンツを見て、皆さんの中にオノマトペをね、貯めていってみてください。そう、簡単にまとめますと、まずオノマトペに濁音、点々がつくとより大きい、重い、時にはマイナスのイメージが追加される。小さい「つ」で終わるものは勢いを感じる。んで終わるものは響きを感じる。あは大きくて、いは小さい。で、そういう音の印象を覚えておくと少しはいいかもしれない。そして漫画を読むことがとても役に立つ。ですね。はい、スーパーサンクスをくださったエドモさん、今回もありがとうございました。感謝しております。最後に宣伝です。皆さんは日本語の発音を良くすることに興味がありますか？私のサブスクコースでは日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えていて、そういう伸ばす音とか小さい「つ」の音とか、勉強する人にとって難しいものを勉強できます。英語で教えるコースなので、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと、毎月発音チャレンジというものに参加できます。で、文を読んでもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスもします。よかったらぜひチェックしてみてください。あと、初級者向けのものなので、皆さんとはちょっと違うかもしれないんですけど、6月15日から22日までの1週間で、7日間の発音チャレンジというイベントを企画しています。これは本当に初級者向けです。で、英語でやるコースなんですけど、もし皆さんの周りに始めたばっかりで発音をちょっと勉強したいという人がいたら、ぜひ紹介してもらえると嬉しいです。リンクを概要欄に貼っておきます。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。